きのこを全部入れます。きのこに美味しそうな焼き色をつけるというフェーズです。うわー、これだけでもう美味しそうなベースができました。で絡めた時にこの麺一本一本にオイルがコーティングされるような状態で。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はきのこパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、にんにく、唐辛子、しいたけ、しめじ、まいたけ、パセリ、めんつゆ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは季節もですね、だいぶ秋らしくなってきたので、秋の食材といえばということできのこを使った新作の絶品パスタを作っていきます。そういえば最近ですね、ファビオ飯公式アプリができました。アプリ内では今まで YouTube 上では公開していなかったパスタ料理以外のイタリア料理や皆さんのリクエストの料理を随時更新していく予定なので、気になる方は概要欄を見てみてください。はい、それでは早速作っていきます。はい、それでは今日使っているこの3種類のきのこは、自分が好きなきのこで大丈夫なんですけど、これ僕がおすすめの3種です。でまずは胡椒のような香りがして食感がしっかりしているまいたけで、次に日本のきのこの代表格、ジューシーなうまみがあるしいたけ、次は上品な香りと優しいうまみがあるしめじで、きのこ系は基本的に手で裂くので大丈夫なんですけど、しいたけだけカットしていきます。もうこんな感じで、もうしめじもこうでかいやつだけですね、こうちょっと裂く感じで、あとは塊のまんまで大丈夫です。でしいたけはこの硬い石突きの部分だけ落として、でちょっと断面がこう広く取れるようにこんな感じでカットします。で次に基本のアリオーレペペロンチーノのにんにく、唐辛子で、今日はイタリアンパセリではなくあえてパセリを使っていきます。パセリはですね、この葉と茎に分けていって、で今日はこの茎の部分も香りを出していく要素として使っていきます。でパセリは粗く刻んで、とにんにくはちょっとこれ大きいので1/2分の1使っていきます。で中の芯抜いて、で今日はスライスにしてちょっとにんにくチップ作っていきたいので、にんにくはスライスで、これで材料カットが完了なので火入れに入っていきます。はい、まずはこのカットしたきのこをまだフライパン火がついてない状態です。全部入れます。全部入れて、ちょっとこのしいたけのこの断面とかはこう下になるようにして、なるべくこうフライパンにフラットにきのこがこうなるようにして、先ほど、言っていたこのパセリの茎ちょっと潰して、潰すと香りが出るので、潰した状態できのこと一緒にですね加熱していきます。あとはほんと少量のオリーブオイルで加熱を始めていきます。で最初はですね中火で加熱していくんですけど、まず美味しいきのこパスタの第一のポイントはきのこのこの水分を効率よくですね、余分な水分を飛ばすという仕事をしていきます。はい、それではですね、今数分加熱していったんですけど、この音聞いてください。今徐々にこの手をかざした時にフライパンの温度が上がって、こうきのこからですね水分が出始めた音です。で水分が出始めると、そこからですねきのこの香りがだんだん立ってくるので、この状態でまずは水分を飛ばしていきます。でちょっとこう揺すったりして、で最初は感覚で言ったらもう素焼きにする、いってあげるイメージです。はい、それではですね、こうきのこがちょっとしっとりして濡れてくるので、ここまでいったらこの次きのこに美味しそうな焼き色をつけるというフェーズです。でこの3種類のきのこの中でこのしいたけだけはですね、この傘の部分をパリッと焼いてあげるイメージで火入れをすると
すごく美味しくなります。はい、それでは今この上のきのこはですね、もう焼き色が美味しそうな焼き色がついています。で、椎茸もひっくり返していきます。そうすると美味しそうな焼き色ついてます。で、ここまでいったら一回火を切ります。で、基本的に野菜炒めとかって、もう鉄則なんですけど、まだ塩振ってないです。塩を振ってないからきのこがシャキッとなってて水が出てないっていうのがポイントですね。で、一旦フライパンをですね、少し冷ましている間にパスタを茹でていきます。はい、それではパスタを茹でていきます。今日はきのこのしっかりとした食感にパスタが負けないように存在感のあるブロンズダイスの 1.9mm のスパゲッティを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、それではですね、フライパンだいぶ冷めてきたので、ここでアーリオオリオのベース作っていきます。で、先ほどカットしたニンニクのスライスと、あと唐辛子はちょっとした辛みを加えたいので、このホールのまま入れます。で、きのこを上にしてこの下で加熱をしていきます。はい、それではニンニクがふつふつしてきたので、そしたら火を弱火にしてじっくりと 3,4 分ぐらいかけてですね、ニンニクに色をつけていきます。で、今日はオイルベースのアーリオオリオにはしていくんですけど、パスタとしての一体感っていうのを意識するために、このきのこの色に合わせて今日はニンニクも色付けて香ばしい色をつけていきます。で、ニンニクを加熱している時に一緒にですね、このパセリもオイルの中に加えて、さらに爽やかな香りを出していきます。はい、それでは今数分加熱していってですね、完全にこうニンニクがもうきのこと同じ色。今日これがポイントです。で、ここまでいったらこのニンニクを一旦ですね、お皿かこのバット容器にあげておきます。で、一緒にパセリの茎ももう香り十分出たので外して、でここからが大事です。で、今ニンニクオイル、しっかりとした香りのあるニンニクオイルが作れてて、でここで今きのこのもう香りが出てる状態なので、ここで塩一つまみ、そしてこのオイルをきのこにまとわせます。まとわせたら今日の一番のポイント、これもきのこの色に合わせて今日はめんつゆを本当に少量です。もう小さじ1杯ないぐらいのめんつゆをこのきのこ一つ一つにまとわせる。そしたらですね、このきのこ自体に今めんつゆが表面にまとわりついたので、きのこのうまみが出ているところに相乗効果でめんつゆのうまみ、そしてきのこにめんつゆがまとったらパセリのみじん切りで、ここで混ぜ合わせる。うわー、これだけでもう美味しそうなベースができました。で、今パセリの香りが出たらここで火を切って、本当に少量の茹で汁、はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。で、あとはですね、オイルベースのパスタは基本的にもうこれを和えるだけです。で、こう茹で上がったパスタをこのオイルベースに絡める。で、絡めた時にこの麺一本一本にオイルがコーティングされるような状態で、はい、それではですね、麺にいい感じにソースがまとったので盛り付け入ります。はい、これでオイルベースのきのこパスタ完成です。はい、それではいただきます。うん、おいしい。皆さん最高のオイルパスタができましたよ。今日はですね、先ほども言ったんですけど、きのこの色に合わせたニンニクの加熱だったりとか、めんつゆのですね、色の使い方っていうのがとても大事で、やっぱりこう食べた時にですね、パスタ料理としてのすごく一体感があるので、安定感のある美味しいきのこパスタっていう感じがしますね。で、今日のきのこパスタを
美味しく作るためのおさらいなんですけど、まず最初はきのこの余分な水分をいかに抜くかっていうことと、その次のステップに焼き色をつけるっていうことですね。これをすることによってきのこ本来の香りだったりとかうまみっていうのが、引き上がってくるので、もうパスタを茹でる時間と同じぐらいきのこをそれだけ加熱するっていうことが大事です。はい、ごちそうさまです。今日のこのきのこパスタなんですけど、絶品のパスタ料理になってるので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。